ご視聴ありがとうございます。KK です。この動画ではサザンカの描き方を私なりに紹介したいと思います。正面から見た花は丸を基本に考えます。中央から円周に向かってハート型の花びらを描いていきますが、椿の花びらよりも横幅は狭くなります。今回は7、8枚の花びらでサザンカの花を描いていこうと思います。手前に4、5枚の花びらを描き、隙間から奥の重なった花びらを描きましょう。花芯は中央から外側に広がったように描きます。斜め上から見たサザンカの花を描くときは楕円を基本に考えます。花芯の根元の部分はちょうど中央に取ると良いと思います。そこから外側に広がるように描いていきましょう。お椀の形をイメージすると描きやすいと思います。お椀の縁の部分に小さい丸を描いて花芯の出来上がりです。花びらは花芯の根元から楕円の円周に向かって描いていきます。上になっている花びらを4、5枚描き、その下に重なっている花びらを後から描き足していきます。もう少し横から見たサザンカの花は楕円ですが、さらに平べったい楕円になります。そして花芯の根元の部分は中央よりも上の方に位置を取ります。そこからお椀のように広げておしべを描いていきましょう。花芯の根元から楕円の円周に向かって花びらを描いていきますが、奥の花びらは小さい花びらになります。下に重なっている花びらを何枚か描いて出来上がりです。横から見たサザンカの花は先ほどの楕円を半分にした形をイメージすると良いと思います。半分にした直線の中央からお椀型の花芯を描きます。そして楕円の下半分の円周に向かって花びらを描いていきましょう。奥の花びらを描き足すことによって立体感が出ると思います。下に重なっている花びらを描いて出来上がりです。つぼみは先の尖ったアーモンド型を描き、萼と花びらのラインを交互に描いて出来上がりです。葉は厳密に言うと周りが少しギザギザしていますが、今回描くときにはそれは表現せずに葉の形で描きました。色をつけたそれぞれの花の感じは次のようになります。それでは絵の具で描いていきましょう。今回の作品ではサザンカの花を絵の具を薄めたウォッシュで描いていこうと思うのですが、その場合は鉛筆の跡がとても気になります。鉛筆の跡を薄くするのに結構時間がかかりますので、ラインを先に描くことにしました。ゆっくり描いていくとラインが重くなると思うので、軽く描くのがポイントです。ライナー筆でさっさっさと軽く描いていきます。大体の輪郭を描いていきましょう。花びらの輪郭のところだけ描いていきます。描き終えたら鉛筆のラインを消しゴムで全部消します。今回は花びらをウォッシュで描いていくのですが、水彩画のようににじませるように描いていこうと思いました。ですから筆を2本用意し、まず1本目で水で花びらの部分を塗ります。
花びらの輪郭の部分を丁寧に塗っていくことが大切です。それから薄めた絵の具で塗っていきましょう。外側の輪郭をなぞるようにすると絵の具がにじんで全体に広がっていきます。色の濃淡が出るのも自然で良いのではないかと思います。中央の部分はティッシュを丸めて押し当て絵の具を吸い取り花芯の目印としました。絵の具が溜まって少し気になるところは筆で拭き取ると良いと思います。まだ花びらが湿っている状態の時にサイドローディングで花びらに色味を足していきました。花びらの先の方に色をつけていくと良いのかなと思います。この方法で他の花も色をつけていきます。つぼみをこのぼかす方法で描いていきました。花芯はライナー筆を使って描いていきます。黄土色、黄色、白の色のバランスを考えながらラインを引いていきましょう。おしべの先もこの3色を使いライナー筆で描いていきます。一列に並んだようにならないように位置を上下させながら描いていきましょう。斜めから見た花の花芯も同じように描いていきます。大切なのはおしべの先のドットで、このドットの集合のラインが楕円形になるように気をつけて描いていきましょう。見る角度を横に近づけた場合は楕円を平べったく、横から見たものは上の方にだけドットを打ちます。葉はいろいろなグリーンを組み合わせながら描いていきました。まずダブルローディングで濃くて大きい葉を描いていきます。色を濃くしたい場合や形を整えたい場合は何回かストロークすると良いと思います。色の組み合わせも変えながら描いていきました。小さい葉は1回のストロークで描いています。色の薄い葉はニスを混ぜてストロークで描いてみました。アボカドとグリーンシーのダブルローディングで描いています。葉脈の色は分かりやすいように暗い色のところは明るい緑で、明るい葉は暗い緑で線を引きました。つぼみの萼の部分は
ダークフォレストのサイドローディングです。まだある葉の空間はグリーンシーのワッシュの葉で埋めていきました。何枚かの葉は色に変化を持たせるためにアボカドのワッシュで上から色を重ねています。私なりに描いたサザンカの絵の完成です。最後までご視聴ありがとうございました。高評価ボタン、チャンネル登録とても励みになります。よろしくお願いします。感想やリクエストなどをコメント欄にいただけるととても嬉しく思います。ご視聴ありがとうございました。